不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。今回のお話は山梨県の某所の F 公園であった出来事とだけお伝えしておきます。その場所は農園などが続く大きな公園で、休日ともなれば県外からもカップルや旅行客が来る観光スポットでした。ただそんな平和なのどかな公園にもかかわらず、地元の人の間ではあの F 公園ではちょくちょくおかしなことが起きるらしいというもっぱらな噂がありました。さて、このお話をくださったのは地元山梨の慶市に住む仮名ですが坂本さんという男性の方で、彼も時々気が向いたらドライブがてらこの F 公園に立ち寄ることがありました。特にその隣村にある温泉施設を利用するときは F 公園の前を通っていました。実は坂本さんも近所のカーショップの従業員から「あの F 公園はおかしなことが起きるそうですよ」と聞かされていました。でもどんなことが起きるのか、いつ誰がその現象に遭遇したのかなどなど詳しいことはわからないという話でした。ですから坂本さんは全くバカバカしいと思い、そんなことは真に受けずにいつも公園の前を車で通り抜けていました。そんなある土曜日の午前中でした。いつものように坂本さんは隣村の温泉施設に向かって車を走らせていました。しばらくすると坂本さんは急にお腹がシクシクとしてきたそうです。あれまずいな。そう思うと冷やしたのか何なのか、お腹がどんどん痛くなってきました。温泉施設まではまだまだあるなと思い、これはすぐどこかの公衆トイレを探さなくてはと焦りました。すると坂本さんの車はちょうど F 公園に差し掛かっていました。あ、そうだ、公園の駐車場にトイレがあった。そう思い急いで坂本さんは F 公園の広い駐車場に入っていきました。F 公園には駐車場はいくつかあり、中でも第一駐車場は農道の真下のトンネルのそばにありました。そして坂本さんはちょうどその第一駐車場に車を止めることができました。土曜日とあって駐車場にはドッグランやブドウの直売所に来ている人たちも結構いたそうです。坂本さんが今いる第一駐車場には小さなトイレがど真ん中にポツンとありました。そこで坂本さんは急いで車から出ると早足でトイレに近づいていきました。そのトイレは左が男性用、右が女性用と真ん中で区切られていたそうです。早速男性用の中に入ると誰も入っていなかったそうで、シーンとしていました。そこで奥に個室が2つあったので、手前の方に坂本さんは入ったそうです。そしてほっとして用を足そうとした時でした。カツカツカツと誰かがトイレに入ってきた足音が聞こえました。誰か入ってきたなとなんとなく思うと、その人は坂本さんの個室の隣のもう一つの奥の個室に入っていきました。ギーパタンカチャッと個室のドアを閉めて鍵をかける音がトイレに響き渡りました。それ以降誰もトイレに入ってくる人はいなかったようで、足音も気配もありませんでした。しばらくして坂本さんは用を済ませ個室から出ました。その時無意識に隣の奥の個室のドアを見たそうです。すると奥のドアに使用中の赤いマークが出ていたのが目に入りました。坂本さんはまだ入ってるんだなとどうでもよいことなのですが無意識に思ったそうです。そして洗面台で手を洗い、坂本さんはトイレの外に出ました。するとちょうどそのトイレを出たすぐのところに飲み物の自販機がありました。そこで坂本さんはその自販機でお茶を買ったそうです。そしてしばらくその場でお茶を飲んで休んでいました。
すると別の観光客の男性が坂本さんの目の前を通ってトイレに入っていきました。その時坂本さんは、ああ観光客の人か、出発前にトイレ利用するんだなとなんとなく思うと、あれ、そういえばあの奥の個室に入った人はまだトイレから出てきていないなと気がつきました。さっきから結構な時間が経っていたので妙に思いました。坂本さんが休んでいる自販機の真横が男子トイレの出入り口でしたから、誰かが出入りすればすぐわかります。するとそんなことを考えていた数分後、今しがた坂本さんの目の前を通ってトイレに入っていた観光客の男性が先に出てきました。そして駐車場に止まっているマイクロバスに乗り込んでいったそうです。その様子を見て坂本さんは、もし奥の個室の人が出てくれば今の観光客の男性のように自分の目の前を通るわけだから、自分が気がつかないわけがないなと考えました。坂本さんはお茶のペットボトルの蓋を閉めながら、奥の個室の人なんかまずい状態になっているのかなとふと思いました。そしてだんだん気になってきたそうです。そこで坂本さんは万が一を考え、奥の個室を調べてみようと男子トイレの中に再び入っていきました。すると中は相変わらずシーンと静まり返っていました。そして奥の個室の前に行くとドアは閉まっていましたが、あれ、ドアの鍵は空室の青になっていて使用中の赤ではなくなっていました。坂本さんはどういうことだと思い、ドアを静かに押してみると、ギーッと音を立てながら扉が内側に開いたそうで、するとそこには誰も入っていませんでした。もちろん隣の個室も空でした。坂本さんは狐につままれたような気分でした。人が入ってきたのは知っていたが、出て行ったのは見ていない。そんなことがあるのだろうかと思いました。坂本さんは勘違いとか見落としとかは絶対になかった自信がありました。なぜなら坂本さんは商業ビルなどを一手に引き受けている大手警備会社の警備員を長くされていたので、習慣でこういうことには注意がいったのです。結局わけがわからないまま坂本さんは公園を去りました。さて、この日常の些細な怪異には実はちょっとした後日談がありました。それから間もなくのことでした。この第一駐車場のトイレはなぜか突然使用禁止になりました。その後長いこと改修工事に入っていたそうです。そしてやっと工事が終了してトイレがリニューアルされたので、坂本さんはまた利用してみたということでした。中はすっかりきれいになっていたのですが、どういうわけか2つあった個室のあの奥の方の個室はトイレではなくなり、そこは用具入れに変わっていたそうです。F 公園ではおかしなことが起こるという噂はどうやら本当のことのようですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。